皆さんこんばんは。ですね、今日は、超ネタバレニーヤオートマタディナートークショーアットマックストーリアということで、皆さん E エンドまで本当にクリアしてますか？今から E エンドクリアしてない人を探し出して追い出すコーナーをまあそんなことはしないんですけれども、今日はですね、せっかくね豪華なゲストがいっぱい来てますので、私はちょっと控えめにずっとハイボールを飲む係でいこうと思ってますが、もう一人大事なねゲストがいます。こちらです。通ってると、通った。はい、お疲れ様です。ディレクターの横です。よろしくお願いします。イエニコ生には映ってないんですけど、画面の外に座ってて、さっきからなんだこのおっさんみたいな見られ方をしてたんですけど、僕が横です。よろしくお願いします。写真は NG です。はい、では早速ですけれども、豪華ゲストをご紹介したいと思います。2B 役の石川由依ちゃんです。はい、ありがとうございます。2B を演じさせていただきました石川由依です。なんかさっき裏の方で私たち待機させていただいてたんですけど、すごくこちらの会場にいらっしゃる皆さんが賑やかで、すごい楽しそうだなと思って、みんななんか仲良しで、なんかお友達同士でいらっしゃったのかなと思ったら、どうやらスタッフさんのお話によると、すごい抽選がすごいたくさんの方から抽選いただいて選ばれた方々で、しかも皆さん一人で来て、たまたまその席に座って仲良くおしゃべりされてたっていうのを聞いて、いや、ニーヤのこのニーヤ愛があれば何でも大丈夫なんだなっていうのをここに来て感じております。狂ってますよね。そんなゲームじゃねえだろっていう。そうです。どっちかというと罵り合いながら飯を食う。さっきもなんかこんにちはこんにちはみたいなレスポンスがあって、そんなそんなお客様たちだったっけみたいな気持ちになりました。いやこれから私の後に出てくる皆さんが本当にすごいので、ぜひ皆さんお楽しみに。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続きましてですね、今日も朝早くから起きていた9S 役の花江夏樹さんです。皆さん聞こえますか？僕の声が聞こえるように調整お願いします。9S 役の花江夏樹です。よろしくお願いします。いやネタバレ放送ということで、もうテンション上げていこうと思って、もうすでに3杯ぐらい飲んでるんですけど家からですね、ちょっと手元にある資料をもうありったけ自前だから持ってきました。自前ですよ。このね、ドラッグオンドラグーンの1の資料集が高くて1万超えてるんですよ、これ。でもちょっと買っちゃいまして、読み込んできたので、今日はいろいろおしゃべりできたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃああれですよね、横尾さん、まずはそのメインのお二人をいろいろね、なんだろう、柔らかいトークをして、そうですね、その後双極の悪夢をね、この隣に来る人たちがちょっと気持ち悪いんです。そうなんですよ。新谷会の狂犬たち。そうなんですよ。この編成僕が作ったんですけれど、最初からマッドドッグたちを入れると恐ろしいことになるからね。石川さんがワンワードも喋らないまま生放送が終わると思って。そうなんですよ。私攻撃力1ぐらいでやると100ぐらいで帰ってくるんで、そうちょっとなかなかね。だってもう BGM 私たちが歌いましょうかとかわけが分からないことを裏で言ってるから。パスカル歌いましょうか。そう。もうでも裏で散々ニーヤの話をずっとしてましたからね。ありがたいですね。まあじゃあその2人を招く前に、なんか怖いやつらいるぞすでにそこに。もう出てきて引っ込んで早い。まあ今日はニコ生をご覧の皆様もいますのでね、ちょっと長い時間皆さんとニーヤをいろいろねお話ししていければいいなと思っております。はい、で早速なんですけども、お二方は、コンサート一回ね大阪でやったじゃないですか。どうでしたコンサートの朗読は？いやー辛かったです。来たよっていう人いないでしょ。いるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪にあたり、ここにあたり、これ言っていいのか分かんない。ここね60ぐらい今いるんですけど、1800ですよ。応募が30倍です。すごいよ。30倍。だからこの場にいる人はほとんどイカ様で入ってる。
今嫌われてる転売とかああいうやつですか？いやでも今日は本人確認があるんでね。ちゃんとそれがそんなのいくらでも偽造します。マジか。そうそんな人いうこといないですよここにひねは。くれてるなそれからニコ生でもこうあれですもんね、今日は皆さん見てくださってる。ね。でもあれですよ、コンサート来た方はね、朗読台本もらった方もいると思うんですけど、なかなかすごいこと書いてあったと思うんで、それはなるべく話さない方が多分いいと思います。そうです。今日はネタバレ放送なんですけれど、はいまだコンサートが4回残っておりまして、そちらの朗読劇はもう台本はお配りしてるんです。お配りとか台本希望した方、ね、希望した方はいには、台本がついてるんですけど、はいそちらのネタバレはやらないということで、そうですね、よろしくお願いします。ちなみに東京のコンサートにいらっしゃる方はいますあ、すごいなありがとうございます。死にますよ、本ゴールデンウィーク楽しんでますね皆さんね。すごい当にね。ね。あ、そうだ。今実はこの会場にですね、イケメンのイタリア人のタウラッティ・タウラがはい来てるんで、すげえなんか気楽に飯食ってきてあ、そうなんですよ。スパゲッティ食べてます。全然出る予定がないタウラッティなんですけど、はい。ずっとちょっと後ろの石川さんとかの後ろにある画面がですね、何も動かないと寂しいので、ちょっと今日ゲームをダラダラプレイしていああ、なるほど。ただこうかなと。まあ普通にゲームをプレイしてダラダラ流してるだけなんですけど、まあタウラさんのことだからすごい店プレイをしてくれるんじゃないかと期待をですね胸に秘めながら、じゃあ後ろの画面の方をちょっとゲーム画面に切り替えていただけますか。お、切り替わった。おー、あ、もう完全にデバッグモードみたいな。デバッグモードですすごいですね。まあもうどこでもいいなと思ってC ルートの最初の戦闘のあたりですよ。その後ダラダラコスチュームが。そうですね、やりながらバンカーが落ちる風景を後ろに見ながら穏やかなトークをしていきたいな、ね、穏やかになるのかな、それは。ここ結構穏やかじゃないシーンです。いやもう大丈夫です。はい、そうですね。先行部隊はすでに交戦中。ちなみに石川由依ちゃんはもちろんその台本上で全部お話当然知ってるじゃないですか。はい、知ってます。プレイもちょっとやられてるって聞いたんですけど、大体どこら辺まで？プレイちゃんととりあえず一通はい。いいまで。り E まで行ってデータを消しすごいすごい消したの？消したんだ。消しました。消してもう一回でその時はノーマルで始めたんですけど、はいはい1周目の最後だけはい回復薬がなくて、は仕方なくもうどうにもならなかったんで、イージーで逃げまくっていはいはい。イブに勝ったんですよ。おう。すいません、ちょっとごめんなさい。今田浦さんが後ろでやってて、デバッグを使って変な設定をしてるせいでトロフィーがボッカボカ入る。本当だ。そんで死ぬっていうね。死んでるし。あれ？何してんのよ。ある意味ミセプおが。かしいでしょ田浦さん。しかもイケメンってそうイケメンっていうプレイヤーネームにしてるんですか。田浦さんもう一回やり直してください。ゲーム画面は出しっぱなしでいいです。はい。じゃあすいません田浦君が準備してる間に一回ね、ちゃんと皆さんで乾杯でもしますか。あ、そうですね。せっかくなんでいいね。じゃあ乾杯の発声は花井君にしてもらえますかね。はい、わかりました。じゃあニーヤらしい乾杯を、はいしたいと思います。お、あれか。あれですね。叫びながら乾杯皆さん分かって、いや、それは違いますね。ゾーだーとか言わないですよ。言わないですよ。じゃあ皆さんいきますよ。はい。人類に栄光あれ。栄光あれ。乾杯。乾杯お疲れ様俺も実は3杯目なんですよこれ。俺もです。だいぶ待ってるからこうベロベロになってきてるっていう。今日多分何人か寝ると思うんですよ。そうですね。いやいや一番初めにおそらく寝るのは花井君。僕が多分この辺が俺多分次一だと思う番危ない感じですよね。頑張ります。頑張ろうね。はい。すいません石川さん話の腰折っちゃって。あ、いえ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 。で、まあやってますよ。はい。あ、でもう一回改めてやって、はい。今クエストが多分残りあと3個で、うわ、すげえ。やっと武器を全部手に入れ、すげえレベルアップを頑張ろうと思ってるところです。うわ忙しいのにね。いや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 、ありでもがとうございます本当にね、実際に脚本を読んで収録してる時とやっぱりゲームに乗るとでは感じが違うじゃないですか。はいだいぶセリフが追加されていたりとかうん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 音声のないセリフが入ってたりとかやってみて感じとか違いました？それとも想像通りの内容でしたか？いや
私もともとそんなにゲームってものを理解してなかったっていうのもあるんですけど、台本だけだとやっぱりわからない部分がたくさんあって、そうですね。なんか分岐したりとか、そうですね、はい、例えばこれ 2B の場合はこのセリフ、9S の場合はこのセリフ、A2 の場合はこのセリフとかって分かれてるのがどういうことか分かってなかったので、ゲームやって初めてそこら辺全部つながったって感じはあります。普段ゲームをあんまりやられないのにニーをやったちゃんとノーマルでクリアできましたよ。焼肉屋にダイスクリームをいきなり食べるみたいな。いやでもニーヤの台本は分かりづらいんですよ。そうなんですね。はい、だから最初ちゃんと全部読んだけど、これ本当に面白いのかなって思いながら収録ぶっちゃけしてたんですけど、なんかすげえ後ろからなんか042の高笑いが聞こえてくるんで大丈夫ですかね。台本があるんですけど、はい、4つね、メインが2つとサブシナリオが2つあって、ちょっとそれ表紙を見せていただきます。表紙はこんな感じで、キャラがメイン A、B、サブ A、B みたいに分かれてるんですけど、これがなんか全部のルートがこう同じ時間軸でこうずっと書いてあるんで、2週目の 9S のセリフも A ルートのこう方に組み込まれてるんですよ。でも途中のノベルとかが入ってないからよくわかんないなって思いながら、でも横尾さんがこうですって言うから、僕らはちょっともう信じるしかなくて、そうなんですね。だから分からずなんとなくできっとこういう話なのかなみたいなところで演じてたところはなくもない、はい、横尾さんがでもちゃんと教えてくれないんですよ。そうなんですよ。なぜならノベルとか書いてなかった俺も台本読みながら面白くないけどどうしようこれどうなるんだろう、ドキドキしながら、でも声優さんの前で面白くなるか分かりませんと言えないんでいや大丈夫ですって言いながら収録しました。横尾さんはね、なんだかんだってね、穴を埋めていく作業の達人なんですよ。そうです。最初頭からいきなりお尻までずっと順番に書かずにバラバラで書くんですね。点々で埋めていって最終的に全部埋まるようにするので、途中はすごい歯抜けになってます。いつもだってコンサートの朗読台本なんてね、あれ思いつきでしょ、酒飲んだ時の。思いつきですてかコンサートに来られる方にはぜひ見てほしいんですけれども、朗読台本の中身が5日間全部違うのは声優さんのスケジュールが合わなくて、声優さんが違うからそうなってるんですけれど、どこに誰が来るかっていうのは分からなくて、声優さんが決まった後に話を考えてる、その割にはちゃんとした話になってると思うんです。なってるそうなんですよ。まるであつらえたかのような話になってますよね。ね、俺嘘がうまいですよね。すごいなじゃあそろそろですね、15分経過したんですが、いやもうちょっと石川さんのセリフがないと私でも頑張って喋るようにするんで。そうですか、大丈夫ですか。頑張ります。ファイナルウェブ、まあでも早くみんな聞きたいと思うので、そもそも会場の皆さんと今ニコ生ご覧の皆さん、狂犬たちに会いたいですかってどうだろう狂犬やばいっすよ本当に。鎖で繋がれてないですか。そうなんですよ。やばいです。解き放たれた獣。じゃあ早速お呼びしましょうか。こちらのお二人です。おはようございます。はい。おはようございます。じゃあハイボールの5杯目のハイボールをください。おかしいでしょ、遊園地の歌姫かかるの。はい、じゃあ早速お座りいただいて、はい、さあというわけで、パスカル役の結城葵さんです。はい、パスカル役結城葵です。よろしくお願いします。僕はペヤングです。でも伝わるんだこれね。元ひろきで、なんかマイクのちょっとすごく悪いのは気のせいですか？マイク変えますか？ロンリーウイルスです。ロンリーウイルスやった。早く除去せな。僕のマイクだけ優先式になりました。どうもフォート042役の安本ゆるきです。お世話になります。あと月面地球会議の声とかもやってます。
じゃあ早速なんかお二人がなんか今持ち込んだものをちょっと見せてください。どっちそれからにする？あ、どうなんでしょう。いや人形からにしましょう。まずそれじゃあ、はい、じゃない。これ私作った9S のドールです。すごいですよね。ゆうきが自分で持ってるフィギュアに衣装とかを自分で作ったそうです。これ全部手作りってことですか？そうです。上から下まで。そうですね。靴とかは、はい売ってるものですけど、似てるやつをっ似ていうことですてるものを探して秋葉原を走り回って、はい探してすごいな。ですけど、結構まあ秋葉原で見つかってるんでしょ。割と目撃ニーヤカフェとかで目撃されてるんですよ。そうニーヤカフェで実は 2B 店長とこの子は一緒に写真を撮ってるんですけど、もともとドールが好きなのとやっぱ世界観が超絶この作品合うじゃないですかドール、はいからもう本当にもう絶対これは作らないといけないと思ってもうひたすら皆さんにねドールの良さを広めるために今日連れてきました。いやでもそのすごい。一番苦労したのはその模様のところなんですよね。すごいねこれね。この模様ですよね。もう地味に 9S の衣装って縫製とかもすごい難しいんですけど、でも模様はすごい大変でなんかこれって書いてるんですか？厚紙に印刷をしてでそれをデザインカッターで切ってそれからなんですかステンシルみたいにしてます。布用の叩いてつけたんだ。叩いてバン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 おお狂気を感じる。いやでもすっごい楽しいの。おやばいやばいやばい。やばいよ。やばい。結構酔ってる。お気づきかもしれないですけど私もすでにカルーアを一杯決めてるので結構酔ってこれだっるんですよてゆうきはお酒弱いので心配です。後ろもねこうカバンそうすごいポーチというかカバンも自分で作ったんでしょねそうですほらねカバンも結構大変すごいですよね。なんかあんまり結構合皮で作りたかったんで合皮が難しかったんですけどうち母が革工芸をやってるので選ばれし者ですよもうこの子は。そうなんですだからちょっとね頑張って作りました。いやもうねほんとね愛しいこのサイズでいると画面にいるっても 9S は超絶可愛いと思ってるけどでもねやっぱね 3D で出てくると本当愛おしいよ。横からでもあれだよ9S の声今日聞こえるよ。でもねなんかすごい不思議なんですよ。花江くんの顔から 9S の声がするから意味がわからない。ごめんなさいごめんなさい。顔隠した方がいいですね。横尾さんみたいになればいいですか？ここにこうドール置いた方が履けますか？別に花江くんがどうって言ってるんじゃないんだよ。もう 9S は 9S じゃん。花江くんは花いや江くんじゃん。そうですね。お前何言ってんの。だってそうじゃん。でその人形を一生懸命作ってるところにその大きい紙のニュースがそうなのよ。早速。見てみんな。おードールができるそうです。おーすごい。ドールができるそうです。ドールができるんですすごい。9S もできるそうです。9S も作るんだね。そうそう 2B も 9S も出るんですよ。やったね。すごい俺の予想これ売れ行きが良かったら A2 も行くな。いや行きそうですよ。本当に本当に。 3台並べたい。いやこれは僕ドール業界知らないけどこれはすげえことなのこれ。すごいすげえですすげえですここドールでも有名なところなんですか？そうですねうちの子もボークスの素体自体はボークスさんっていうところのスーパードルフィーなんですけどこちらはドルフィードリームって言ってもうちょっと可動性の高いものになってます業者の人ですか？誰だよおい。石川の目が笑ってないで。そんなことない宮園さんすぐあおちゃんと中をね仲違いさせようとするんですけどそんなことない私いやでもは尊敬の目で欲しいですよねこれね。欲しい欲しいそういやもうこれ本当です私もう本当にもう斉藤さんにお願いだからドールを出してくださいとめちゃめちゃ長文のドールメーカーのレポートが俺のとこ送られてきて。ここのメーカーはこうだみたいな。そう。もうすごい絶対ドルフィンドリームで作ってくれた方がいいっていうのをめっちゃ長文でしてだから本当に実現させてもらえてもう本当にこれが売れないと私すごい本当に申し訳ない気持ちでみんな買ってくださいいやこれ売れるでしょう。いや絶対欲しいよねでもねまあとりあえず田浦さんは買うでしょうね。買いますね買う買う。すごい真剣真顔でゲームやってるんですか？ゲームやってるあ今ハッキングモードだハッキングしてる大変な時だからハッキング集中しないと。ハッキングしてる一応武器とかあとね安本さんもついてくるらしいですよ。安本すげえ。安本さん出てくるんですか？俺じゃなくてポットで。安本さんついてる安本さんがついてくる。漏れなく安本さんがついてきます。前に置いておきましょうかね。ここ置いておきましょうかね。安本さんもついてくるいやもう絶対なかなか作れないものばっか結構ね自分で一から作ると皆さんわかるんですけどもうねこれはね公式にお願いしないと作れないあ、そう。ほぼほぼ作ってるけどね。いやでもね細かいボタンとか武器とか硬いものはやっぱ難しいですねああ。めっちゃ早口じゃん。バッグも大変だった。バッグも大変
まだやっぱ上着大変ですね。このバッグって確かに上着中に何入ってる設定で作ったの？私どんぐり。どんぐり横尾さん、これ本当は何入ってるんですか？俺さっきそれ回答です。なんか質問に来てたんですね。あ、そうなんだ。じゃあそれ後ほどやりましょうよ。そうですね。はい。多分別に大したもんはやってないと思う。いやなんかとりあえず今の横尾さんのリアクションからしてどんぐりじゃなさそうだね。どんぐりではない。どんぐりじゃないんですか？どんぐりって俺が書いてたら気持ち悪い。いやでもなんか 9S がいちいちどんぐりだって言ってカバンに入れてたら超可愛くない？ほらやっぱ女子たちはそうなんですね。何入ってると思います？訪問の時には。ああ、本そう物です。本物的に 9S は。の声真似がすごい上手い人的には。いやいや本人だから。まあアジですかね、やっぱね。危なすぎる。生臭い。臭いんだよな。アジン S。味はまた別のいろいろ違う別のやつだから。してるね。ちなみにお二人はまあそうだ、さっき途中だったんで、花江くんは実際ニーヤオートマタどれぐらいプレイしたの？僕ですか、うん僕はでも2週っていうか2回消してでPC を今やってるところでPC 版のモッドがまだ出ないんでちょっとモッド待ちです。なるほど。もうおいたをしようとしてるからね。結構なんか出てるらしいっていう噂は耳にいや届きますよ。そうなんですよ。なんですけどちょっと公式放送でモッドの話。話すると行かれてるでしょ。すごいね。いやいや、そういうのがニーヤの世界なんだ。いやそうですそうです。許されるんだ。まずは服を剥いでほしいですよね。2B のね。とりあえずそこから始めてほしい。でもなんかずっと石川が苦笑いだ。服剥いでほしいよね。マイクを通してくれないの。今一生懸命意志の力でうなずきましたよ。あおちゃんはどれぐらい遊んでますか？私は3回消しました。 3回消しすごい。 3回消してもう1回やってるんだけど、なんかもう朗読の台本を送ってもらってそれを読んでもう死ぬと思ってもう心が死んだと思ったの。でもみんなね、だから多分みんな思ったと思うんだけど、で苦しくなったから一からやりたくてもう1回やったんですけど、ダウンロードコンテンツができないっていう。まあレベルが高くないとね。80オーバーが一応ね。すっごいバカなタイミングでやっちゃったからもうなんかね今必死でもう1回やってます。でもあれ自動放置でレベル上がるの知ってます？やめなさい。そういうのは公式嫌なの。放送でオートを使ったやつの話はやめなさい。そういうのは嫌なの。そうだね、自分の力で。自分の力だっていちいちやられたりとかするとか切りかかった時とかあと2人の連携とか見るの幸せじゃない？そうじゃないのみんな。いや幸せだと思う。幸せだよね。幸せなんですよ。僕はもうオートノーオートでちゃんとやってます。どうぞね。なんならハードでやられてますもんね。僕もハードで。僕ハードだけど昨日ちゃんと3回目消してきました。あーさすがだな。ちゃんとDLC をクリアしたデータを消すというマゾプレイをしてきました。すげえ。ただ本当の話をするとUSB の方にデータ残ってる。あサルベージは可能です。ーさすがなんだよな。僕はそれバンカーと呼んでますけど。バカ。バンカーの方に一応残ってる。熱いな。ちなみに会場の皆さんはさすがに3回消したって人はいないですよね。いやいるでしょ。いるでしょ。もういかにここの2人がじゃあ俺たち気持ち悪いだけじゃ一番やばい人だ。やあでも2回消した。あ2あ、回はいる。2回結構いますよね。 2回ぐらいは消しますよね。消すもの。それなんかだって前作だと俺4回やってますから。あでも正直消さなくてもいいじゃないですか。今回はね、でもなんかね家を選ぶ勇気がない。あ。ないい。や消すとき気持ちいいんですよね。気持ちいい。気持ちいいよねあれね。気持ちよくないでしょ。しかも演出が1画面ずつ消してくれるから、なんかちゃんとやったなっていう気分になれてすごい気持ちいいんですよ。その時の思い出が蘇ってそうそう、くるよね。アーカイブとか集めたのに消えちゃうんだ今って。コメントでもあったからノリで消すって言うけど、なんかトン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 で消しちゃうんだよね。そうリズムに乗って消しちゃう。リズムがいい。もともとねドラゴンもラストは音ゲーですからね。そうですね。だからそういう意味では今回のニーヤオートマタのいわゆる永遠度って横尾太郎としてはかなり優しい世界をなんか、そうね、だって消すことの否定もできたから、そうそうですね。どうした横尾さんと思ったもん。まあなんだろう、年を取ったんじゃない。丸くなった。そうです。よくあるじゃないですか、丸くなる。まあまあね、そうね。だってリリースされる前なんか散々ハッピーエンドですみたいなの押してたじゃないですか。ハッピーエンドだったじゃないですか。ハッピーエンドでしたよね。ハッピーエンドだった。ハッピーエンドでしたよハッピーね。エンドだった。だからどうしたんだろうと思った。そうなんですよ。違うエンディングがきっとあると思った。はい。ボツになったエンディングとかあるんですか？
ボツになったエンディングあったかな。いや実はエンディングは最初9S がギャーって言って死ぬエンドとギャーってギャーってあと辛い苦しい。A2 があれそうだっけ A2 が最後にまあなんかハッキング空間で死ぬっていう、まあ両方ともどっちかが死ぬっていうエンディングで、そこはまあまあまあ最後にもう一個なんかまとめたやつを作ろうかなと思ったまま全然思いつかなくてずっと放置してたんですよね。そっから先の話がないままずっと本編を作り続けてて、結局2年ぐらいして最後の1年の直前ぐらいにじゃあこうしようと思ってえいやって入れたのがハッピーエンドになって、よかったハッピーエンドになったと思って。偶然って怖いですね。あれでもハッピーエンドだと思ってない人もやっぱりいるわけですよ。あれでも、まあね、もしかしたら同じことずっと繰り返すっていう可能性そうそうそうは大いにあるかなるほどらね。でもポトさんたちが期待しましょうとか言ってるから。そうですね。だって起きたか起きてないかってわからないじゃないですか。じゃあなんだろう、あそこで起きてなんかまた学園っぽい話でも始まってなんだろう遅刻みたいなそういうのが超見たい。見たいか？どんぐり拾ってたら遅刻しちゃいました。なんだそれは。お前ちょいちょい石川の顔見て冷静なんだよ。いや私たち仲良しだよね。案の定一回も切り込めてないですよ。しかも大丈夫こうやってちょいちょい僕聞いてるのが幸せちゃんと僕ちょいちょいいじってっから大丈夫。大丈夫だよね。私たち全然クオリティアコードとか声のガラスが一緒だったよ。一緒。ゆうきオタクの悪いところが出たら早口になりすぎる。お酒が入ってるんでもうねリミッターがないんですよ今日。前ねゲームの打ち上げでねやっぱご飯食べてて、永遠に向こう2人が喋り続けて、で花江君も喋ってるなと思って、あれ急に黙ったと思ったら寝てたから。お姉さん限界が来て倒れてましたよね、居酒屋の床で。また活動停止してましたね。でもなんか寝てると机のなんかこう座こ座りのところ座敷だったんですよね。だから寝ちゃってるとこう花江くんが見えなくなるじゃないですか。で花江くんが見えなくなったところからすっごい寝ぼけた 9S の声だけが聞こえてくるんですよ。やだな、気持ち悪いな。思った。居酒屋の時のトークの俺アダムのなんか象のセリフを誰が一番上手にアダムを演じられるかみたいな。そうですね。で結城さんと安本さんが象だっていうのを俺それぞれ10回ずつぐらい聞いた。ちょっとやってもらっても。嘘でしょ。君のために用意した。そこやるんですそこをやるな。全部できるから。しかも何にも言ってないのに全部覚えてるんですよ、2人。俺も忘れてる。そうだ。そう一回顔をバッて離して。その感じをそうだ。これがそれぞれ10回ずつで隣の席に諏訪さんと石川さんがいたんですけど一言も喋ってない。苦行だよ苦行。真ん中の席に座ってらっしゃったんですね。そう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 。でも結局なんか横尾さんも途中で私たちの席に来てくれたんですけど、結局真ん中のお二人の話にみんな集中しちゃうから何も話らず横尾さんが帰ってった。そうです。あれなんですよ。真ん中の席がなんだろうな結城さんの対面に誰だっけ花江君でしょ。花江さんだけ花江でした君花江君。ゆうきと俺が並んでてトイレ花井君。そうそうあそう。でこっち側に一人でしたっけ花江さん。一人だった。そう一人だったんでゆっくり寝て。そう。じゃあ安本さんと結城さんの対面には誰もいないんですよね。花井君が合そういないしてからいないんだけど前に向かってそうだ。これが死。滑った。でポット1号さんの秋山さんが秋山さんそうだすごいですねって声で。逆になんでここまで覚えてねえかって方が俺は不思議っすもん。ね、あそこはだってみんなやりますよね。絶やらない。やらない。対みんなアダムごっこしますよ。お家でアダムごっことエミールはやるでしょ。エミールはね。タリラありだー。ルンルンラーラーでやりますよね。後ろでなんか聞いてるなと思ったらさっきそれずっと聞いてたからね。ねあれテンション上がりますよね。テンション上がる。ルンララルンレレもうそれを居酒屋でやった結果今日入りが15分遅くなったっていう感じですよ。最初から入れるとまずいという反省。そんなことないよね。
じゃあその時間のせいで酔いが回った可能性もありますからね。確かにもうね今日多分私早口止まらないと思いますまあでもそういう場があったからこれをねやったら面白いんじゃないってそういう場でも話いっぱいもう自分たちが疑問に思ったり知りたかったことをとことん質問できた場があって、でもこれって僕たちだけじゃ多分思う人いっぱいいると思ったんですよ。だから公式ネタバレっていうのをどこかでやれたら楽しいんじゃないですかってある意味持ち込んだようなもんなんですけど、それをやってくださってるのが今日なんです。だから本当ありがとうございます。ありがとうございます。で先ほどね石川も言ってたけど、みんな抽選で周りの人は要は知らない他人じゃないですか。でもなんか仲良くおしゃべりしたりとかねなさってる場所もあったけど、要はやっぱ話したい欲ってこのゲーム不思議となんかバカみたいなのあるじゃないですか。それやっぱ爆発させる場は必要なんですよ。だからとってもいいと思います今日。なんかよく聞くのがなんかニーヤのファンの方はすごい礼儀正しくてネットとかでは全然ネタバレをしないんですよね。そうだね。そういうことをやらないいい人たちが多くて、その分ストレスが溜まってるんじゃないかっていうその通りです本当。そうです。言える場所がないっていう。だから僕昨日 DLC の画像をちょっとなんかお手伝いになるかなと思ってツイッターにアップしたんですけど、その時にネタバレだから言っちゃっていいと思うんですけど、エミールが月の涙を DLC の話いいですか今日。まあいいですよ。まあまあいいや。敷き詰めてる場所でコスチュームを着てはい写真を撮ったんですけど、やべえもう人によっちゃここすら知らねえかそうですね。と思ったけど、もういいやと思いました。あそこは俺ももういいやと思ってなんかパブの画像に使っちゃいました。そうですね。あそこでやっぱ写真撮りたくなりますよね。そうですね。絶対コスチューム撮ったら行きますよ。はい、じゃあどうしましょう。皆さんから結構質問をそういう流れでいただいていて、で結構な質問量があるのでジャンジャが答えていくコーナーに行っちゃいましょうか。ここから本当に結構なネタバレ量なんですよ。その時ちょっといいですか、僕がお願いして用意してもらったパネルがあるんですけど。そうそうだ。ちょっと細かい結構何それ何これをお話しするときにこういうのがあった方がいいよって言ったら、チャプター多分このゲーム売れたんでしょうね。そのお金で作ってくれたんだと思う。100万もんですからね。もろもろパネル分けしてあるんで、もしどこどこのシーンで聞きたいこととかがあった場合とかを言ってくれれば、そこら辺もう一回追うこともできるので。すごい。僕その前にトイレ行ってきて。行っていいけどマイクは置いていけ。前行ってください。自由自由ですよ。はい。こんな感じで進めていきますからね。マイク持っていってまあいいや。何が入るの？あんなやつだけど朝の顔なんですよ。これだって全部のエンディングの場所も書いてある。 AD ルートがあって、C ルートも書いてありのっていうどんどん CD ルート、そしてCD ルートまでおさらいすればほぼ E ルートもあるわけなんですかね。全部が書いてあると。ダメだ、いろんなところ見るとなんかもう泣きそうになってくる。泣いてるし。この中でね気になることとか質問事項があればその都度この辺ですねみたいなことも言いながらやっていこうかなと。ちなみにこれ進行表俺ちょっと今見たんですけれど、質問者に答えるが9時15分から21時15分から始めろって書いてあるんですけど、一緒くたにしちゃいましょう。45分早く始まるんですが、いやすげえ量あるから、その分質問に答えるって方向でね。まあじゃあフリートークも挟みながら。あと僕ツイッターのハッシュタグも見とくんでいいやと。それでなんかそっち側に気になることがあったらそれもそれで拾いましょう。ニーヤシャープニーヤ NIR で。そうローマ字の方のハッシュタグ拾ってください。わかりました。カタカナでシャープニーヤ。で一番最初がじゃあどこからいきますかね。どこから？そう年表から質問を選ぶんですか。でもそれでもいいと思うんですけど、そう僕一番最初に俺の深読みしすぎ問題の話をじゃあさせていただくんですけど、一番最初ひとしきりやりまして、廃墟都市に向かって砂漠行って、砂漠で初めてアダム戦があるじゃないですか。アダム戦がある時にアダム戦で戦ってると戦いの後にイブさんがアダムがブリーンと出てきて、アダムがブリーンと出てくるじゃないですか。おかえりなさい。でアダムからブリーンとイブが出てきて、そこで進んできて脱出するわけですよ。脱出する時にかかってる曲がおばあちゃんのおばあちゃんという曲の別アレンジなんですよ。でそれよーく考えて、本当はアダムはイブにとってのアダムはお母さんで、そのお母さんが出てきた機械生命体はおばあちゃんってことなんですか。言ってましたね。このままじゃダメたちがね。そう、このままじゃダメのこのままじゃダメ、このままじゃダメ。あれがおばあちゃんだから曲なんですかって横尾さんに聞いたら、横尾さんこうおっしゃったんですよね。全然関係ないです。
ですね、BGM は大体基本的な BGM をアサインした後に細かく演出が切り替わるんですけれど、切り替わるときにその絵に一番合う音楽性の曲をその全体のゲームの中から曲の中から選んでゲームにアサインしていくんですね。でたまたまあそこのシーンではおばあちゃんの曲がすごいいいなと思ったんですけども、完全に今喋りながら結城さんが角打ちのねおっちゃんみたいな酒の飲み方をしてて、肘をついてこう飲んでましたからね。もうね酔っ払ってて状態を保てないんですよ。それが角打ちのおっちゃんです。ちなみにこのパネルは電撃さんから実はいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。電撃さんがとってもすごい本を作ってるよ。そうですよ。わあ、ありがとうございます。すごいよみんなこの本この本すごいですよね。今日先ほどいっぱい質問いただいたんですけど、この本にほぼほぼクリアできます。この本で。そうですね。だからちょっとそこら辺の質問ちょっと外させていただいたんですけど、詳しいこと知りたかったらこちらの本で皆さんお買い上げください。はい、今日実はですね電撃さんが取材に来るはずだったんですけれど、なんかその本を作った呪いで2人ともなんか体調が悪くて取材に来れてないっていう。そうだ、しょうがない。あの人たち一番来たそうなのに。そうこのパネルを作っといてそのざまっていうそのざまだ。残念。ちなみにお越しの方買いました？買われましたか？もう。いや絶対買った方がいいですよ。僕これ2冊買ったのに今日1冊もらったんで3冊目です。よしよし。花君はもう1冊増えたね。僕もそうですね。今日必殺読みましたね。でもこれ重かったでしょ、家から持ってくるの。いや重かった。でもエミールのトートバッグに入れてきたんで、苦じゃなかったです。丈夫なね。机にショップで売ってます。机にカフェで売ってます。これ小説の中のポットあるじゃないですか。どのポット？ 006。あ、006です。はい。006って結構喋り方が153とかと違うじゃないですか。違うねフランクな感じじゃないおばですか。ちゃんですね。あれポットによって例えば関西弁のポットだったりとかいるんですか？可愛い。いやいるかもしれないですね。それはどっちかっていうと番号が若い方が知性があるっていう。ああ、そういうことなんですか。知性というか人間に近い。あだから042と153も結局最後は042の方がいろんな意思を示す。そっか感情的ですよね。なるほど完全に安本さんが立ったままなんですけど。僕はここのフォローのためです。あ、なるほど。今日ヨスピを助けるという仕事で。今ポートの話が出たんでちょっとポートのお話をちょっとしちゃおうかなと。どれだろう。ありましたね、質問で。質問でポートの数字042153006ありますね。これの意味ってのが実はあると。4枚目のこれ数字の意味ですよね。はい。 4枚目の3個目の質問です。なんか皆さんの質問いただいた質問全部エクセルにしてそれに僕は回答してるという。そうちゃんと真面目に書いてくださった。はい、すごい数の。ですぐ忘れるので僕のメモ帳みたいなのがそこから引っ張ってきました。これ042ってのはどういう意味なんですか？02はですね、ある小説に出てきたですね、究極の数って言われているそういう数字があって。どうも究極ですすごい。そこから42っていう数字があってそこから来てます。で、1号さんがですね聖書に出てくる。ちょっとごめんなさい、画面が一番辛いところになってる。これ大変だ。いやここたどり着けるか心配だったんだよな。なんでこのルートを選んだら橋のもっとさ右回りで滝の方行きあっちの方が楽なんだよ。楽々。これ絶対クリアできないパターンじゃない？これまた。これ無理ですよ。ボッコボコにされてる。頑張って。こっち見ると辛いから042の話しましょう。はい放ってわかりました。あと1号さんがですね聖書に出てくる153匹の大きな魚っていうのが出てくるんですよね。そこの数字から来てます。1号さんが。 153と。はい。そして006は006はですね神が天地創造した日が6日で作って、7日目に休む。日曜日ですよね。1週間の日曜日がそういうデザインになってるんですけれども、ある種7日で世界を作ったって言われてるんですけれども、機械は休まないので6日の006になってます。なるほどなるほど、おしゃれ。そういう語源はあるんですけど、そういう由来っていうだけで。このポットの数字に意味合いはあったりするんでしょうかっていう質問を多分した今日いらっしゃる方いらっしゃってる。お前ですか？多分いらっしゃる。いらっしゃる。あれいないのかいない。いない。な。いらっしゃったいらっしゃった。そうなんですって。鋭い質問ですね。でもその下にポット1号さんとさん付けしているように聞こえる
聞こえて気になったポット1号ちょっと1号さんこれそうなんですよ。最後のとことかすごいそうね、ポット1号さんに命令っつってね。ちょっと可愛くなっちゃってね。ナイン可愛いってもういい 9S はだって 2B さんって言ってたトゥービーさんね、1号さんって。可愛いねじゃあポット1号さんがいたのね。ちょっと1号さんPV が初めて出た時に言われてましたね、あれね。あ、もう最初から言われてたんだ。そうそうそう。あそうなんです俺全然知らなかあったですそう結構言われてたよ、1号さんそう 9S はさん付けだからってあんな必死なところであーなるほどねちなみにこの153匹の魚の中にアジは含まれてるんですか？知らないですけどいないんじゃないですかねまあ大きな魚だからそうねですねちっちゃいから聖書ですしねそうか大きな味大きいじゃあ次の質問いきましょうかはいどうぞね、要所要所で聞きたいことはどうぞやっていきましょう。面白そうな質問ありましたなんかよく皆さんこんな質問を考えるなと思いながら読んでたそんですけど、う、じゃあ例えばこの中でも先頭で例えば9S がそうだな後半戦になりますわなウイルスに侵されて目が赤くなるはい。とかその前後とかで結構どこのタイミングでバイザーを取ってるじゃないですか。ああそうですねバイザーというか目隠しとか目隠し布、はいゴーグルゴーグル取ってゴーグルですね、はい、これにもどんな意味があるのかと。それ書いたけど間違えたくないからその場所を答え俺が書いた何ページ1ページ目の一番下です。 1ページ目の1ページ目の一番下。これすいませんハイボールをもう一つくださいそれオンマイクなんですねはいですねあこれ結構重要なやつじゃないそうですね今まで言ってこなかったあ、本当だ。はいこれはぜひ皆さんにお伝えしたいことなんですよ。ゴーグルはなんだろうゴーグルの意味ですよね。そうですどうして地上に降りてる2B そして 9S はゴーグルをつけてるか、そしてオペレーターは口を隠してるじゃないそうそうですねそれの意味合いとかを、はい、あれは単に、SF 的にはそのゴーグルを通して風景を見ているっていう、処理をする機械っていうのと、オペレーターとかマイクの代わりにつけているっていう、そういう設定があるんですけれども、なんか比喩というか暗喩としてはなんか後ろでひどいこと間に合った間に合うぞすごい、田浦さん。間に合うぞここで放置すると1個のエンディング見れます。ちょっと話を続けていきますと、はいゴーグルはですね真実から目を背けるものっていう意味が最初から込められていました、はいなので最初から真実を見ていないってことが実はゲームの一番最初のプロモーションの段階で分かっていたと。そうなんだよねで、オまあその真実っていうのがねそうですね、はいオペレーターが、口を隠しているのは真実を言わない者たちっていうそういう立ち位置ですね。でそれに紐づいてですねデザイン上のちょっと隠し要素があるんですけれどもヨルハ部隊のエンブレムはよく見ると閉じられた目の形をしてるんですよ。そうですね。それも真実を見ない見ないで司令官がつけてる人類軍のエンブレムもよく見ると目を閉じた形になっていて、一方レジスタンスはレジスタンスは、目を開いて眼球が見えてるっていうそういうデザインになってる。テントのところとかによく見るとマークあるんですよ。それは確かに目開いてるんですよ。そうですね、はい3種類あるうちのエンブレムのレジスタンスだけが真実を見ていてヨルハたちはみんな真実を見ていない隠されてるっていうそういう比喩が隠されている。そしてその真実から目を背けるためにゴーグルをしてる。そうですね。そして真実を伝えないために口にマスクをしてる。そうですね、はい、だから、例えば物語上で未来が分かったり、そういう隠されていることから自分の意思を獲得して前に進むときにゴーグルを取って自分の気持ちを表すっていうそういう、隠された意図が演出上にあったんですけど、ネタバレ放送っぽくなってきました。すごいね。やばいもう一回見たいでちなみにバンカー白黒の話とかってどっかでしました？バンカー白黒の話はしてないですね。バンカーが白黒の意味も今日言っちゃっていいんじゃないですか？そうですね、同じ意味があって、それはあそこがもう実は死んでる世界だっていう比喩ですね。もうすでにあそこがこれから死ぬことが予定されてるっていうそのなんだろう遺影のような感じのものが最初から描かれているという形になってます。でそれに紐づいてるのがコスチュームの話もコスチュームの話だから結局僕たちは司令官のカラーを見てないんですよ。そうですね。そうなんです資料集にでもカラーそうねありましたねなんか2種類載ってませんでした？どこだろうこれだ違うか白い衣装で金色の髪みたいな、はいこれだ後ろの方のやつと前の方のやつとあるんですよねそうそう灰色にね。3枚目の2行目にじゃあ2個目かはいはい。
司令官の 3D モデルはカラーで見れないのですかっていう。あー確かにこれ結城さんなんかちょっと作戦を1個見つけたっていうお話を聞いたんですけどだからもしかしたらこれもう今トラブルシューティングされて見えなそうね、くなってる治っちゃってる可能性もあるね。結城さんが見つけた方法ちょっと教えてもらっていいですか。ぜひ皆さんお家に帰ったら試してみてほしいんですけど、バンカーのとある部屋の角に向かってめっちゃジャンプすると見えるカラーになるの？カラーになるとかね、上の階だけカラーみたいに見える時が壁にねめり込んでいくとできるんだけど、私はね S 型をすごい推してるんですよ。9S の道路を作るぐらいには S 型を推してるのだから、メンテナンス君が好きなんですよメンテナンス君の髪の色を見たくてずーっとメンテナンス君の髪の色が見えねえかなと思っていろんな壁にアタックしてたら見えたっていうでも最近それやってみたらちょっと見れなかったでしょ。そうです、最近やったらちょっと見れなくなっこれって田浦さんその直コリジョンしたそれ直したんですか？直してない直してじゃあない。まだ見れる。誰かが直した。なんでだろう。誰かが直したいやだからよっぽどシビアな多分角度で当たらななんいとかある見れない。のかもしれないですね。もしかしたらなんでしょう、多分バグだと思うので多分じゃなくて完全にバグです。バグです。試すときはバグ自己責任で、そうバグも楽しいですからね。いやバグも楽しい。いや本当だよ最初イベントシーンで死体に引っかかってあるね。進めなくなるアダムからあったアダムに行けないやあれは焦ったわ。もちろん普通に投資でチェックしてるんだけど、あんなに売れると思ってなくて。特にアダム戦のところがすごいそう最初ね。だってもうバッタバタ人倒れてるからそこに引っかかって進めないっていうね。あとデフォルトポップが出てくるところのあ、死んだ。ナインズって言った。ナインズって言った。絶対ナインズって言ってる。これこれはナインズって言った。言いました。言った。すげえ拍手が起きた。あれ台本にはちゃんとナインズっていうルビが振ってあるんですよ。そうだなるほど。そうですそこのゲーム画面には 9S としか出ないんですけれど、そうこれ髪の毛切ったのはこれ、何なんですか？これは弔いとこう死んでいくヨルハ部隊に対して追悼の意味でその髪を切って捧げてるっていうそういう儀式ですね。アンドロイドって髪伸びるんですか。髪は伸びます。伸びなんだ。匂いは匂いはなんだろう、動物じゃないのではい臭くはならないですけど、機械で埃がたまるみたいな匂いがしますね。嗅ぎそこはたものっぽいんだ。い。嗅ぎたい。でも柔らかいんですよね。すごい嗅ぎたい。柔らかいですね。ずっと嗅ぎたい。どんな匂いがするんだろう。嗅がせて。何を言うてるんですか。じゃあ次の質問いきましょうか。私もハイボールください。お飲み物、原君大丈夫？大丈夫です大丈夫です。他にもね、いろいろ。ちなみに先ほどのゴーグルの質問された方っていらっしゃいます？今日多分いらっしゃってよかったです。ありがとうございます。なんかそうか。さっきのなんだろう、司令官の司令 3D 官モデル。の質問された方いらっしゃいますか？いらっしゃっていらっしゃって。なんか角に向かって飛びは見れるらしいですよ。そうですね。いやでもね、私が見てるのメンテナンス君がいる部屋だけだから、司令室はねその下に階がないから餌が来た。かもしれない。ご飯来ただ。今来日ご飯食べれるんだ。知らなかすごいった。アジを食った。アジを食ったケーンド。ちなみに今日は私たちようやく届きましたが、はい。皆さんマーガタはこれとあとこれパスタとかもあるのかな。はい。こんな形のものをお飲み物だからどんどん飲んでくださいね。皆さん遠慮なくどんどん飲んでくださいね。そうだ、話戻っちゃうんですけど、はいどうぞ目隠しをしててで真実を言わないものっていうふうにオペレーターさんがなってるってことは、オペレーターさんは 9S が何度も死んでることを知ってるってことなんですか？そうですね。知ってます。説明もう一個別の質問で、これはですね。東京都にお住まいの結城葵さんからの質問なんです。はい、私ですね。まあ東京都じゃないけど。あ、ごめんなさい。2B が 9S を殺した後、9S は記憶が巻き戻った状態ですが、周りのヨルハたちはそれについてどう思っているんですか？はいはい。こいつバックアップも取らずによく死ぬなみたいな。って思ってんのかなって思いそれはません？確かに僕もちょっと思いました。そうなんですけれど、戦闘でデータが巻き戻ることはすごくよくあることなので、周りはあんまり気にしてないです。ただし S 型はスキャナーモデルでB 型と違ってそんなに戦場に行くモデルではないので、はい。S 型の割にはよく死ぬなとは思われてます。あーなるほど。
でもそれってのは優秀が過ぎるがためってのがあるわけですよね。そうですね、9S が実際はそうなんですけれども、はい普通は作戦中に、敵に殺されたりもしくは活動不能になって殺された仲間に殺されたりとかしてます。はい。すいません、殺されるじゃないですか、はい 9S は、はい 2E に。はい。でもオペレーターさんから増産が決定しましたおめでとうございますみたいな、はい、します。通信があるじゃないですか、はいあれは嘘なんですか？あれは本当ですね。あれは本当なんですか？旧型 9S 型モデル9号か、はい9号は優秀で非常に戦力になるのでほど増やそうということで増産が決定されたのも9号と2号がセットで増産の計画が 2B と 9S ってことよ。そうですもともとなんだ。そういうふうに誰も幸せにならない予定されていました。確かに。実際は 2B が一生懸命殺し続けてたことで維持できてたっていうだけなんですけれども、それでもうまくいってたのでそれでいけるんだっていうことで判断になったっていうことですね。司令官は 9S がたどり着いちゃうことは分かってたんですよね。司令官は、9S が、ヨロハ計画にたどり着くことはだいぶ前から分かっていて、何度も死んでることも殺されてることも知ってます。で司令官自身も何度も死んでるんですか？司令官は死んでないです。死んでない。はい、そうです。じゃあ何度も死んでて時系列でどんどん経ってってあそこにたどり着いたんです。そうです。はい。そもそもなんで黒衣装だったかって話したっけ？してないですね。その質問どれだっけ？来てたっけ？ありましたね、その質問なんかね。確かに衣装の話あった気がする。これはでもここまでいろんな話が出てくるとなんで黒かっていうのがなんとなくイメージがそうですね。つくんじゃないかなあったあったあっと思うんですけど。た。2枚目の下から2つ目だ。安本さん読んでください。今食おうとしてますけど。バレた。 2枚目下から2つ。 2B や 9S の 2B や 9S の装飾衣装には意味があるのか、アダムのメガネがあそこに落ちている理由を教えてくれます。そうですね。黒い服装は、先ほどもお話ししたようにヨルハ計画の創始者が喪服をイメージして設定しています。でこの創始者っていうのは先ほどのゴーグルとかマスクとかも全部こういうふうにしようとデザインした人間がいます。はい。でそれは朗読で分かるやつ？朗読で分かるあれですか？それはどうかな。そのあたりはちょっとですね。今コメントでヨルハ計画の創始者って誰なんですかって。それはどこかで言うかもしれないし言わないかもしれない。ちなみに大阪で1回朗読があったんですけど、ご覧になった方っていますあ、先ほどさっきね、コンサートいらっしゃった手挙げていた方。だいてね。それ台本ついてました？せいぜいそれにちょっと書いてありました？ノーコメント。みんないい人だな、すごい。やっぱネタバレしないですね。優しいだから朗読の台本絶対出した方がいいと思うんだよ。売ってほしい。あと服装にどういう意味があるかっていうところにもう一つ付属なんですけど、2B のスカートとか、9S のズボンはですね、放熱の用途があってですね、あれをつけてるとその熱を外に逃がせるっていう。で戦闘中はスカートとズボンが熱くなります。だから、そういう設定があります。だから自爆するときは真っ先にあそこが剥がれるんですか？あれは、そうです。B モードっていうボードがあるんですけど、はい、A2 とかあるんですけど、その名残で放熱を捨てていろいろ頑張れるようにするっていうモードですね。バーサク的なやつ。そうですね。その分いろいろ軽くしてっていう。はい。で、アダムのメガネが落ちていた理由って書いてあるんですけど、イブが置いたからっていうのが理由です。はい、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。たまに僕ツイッターで現在兄弟ってなんだろうな、聖書の現在兄弟っていうふうに名前を見るんですけれど、どっちのことを指してるのかよく分からなくて、アダムなんですかね、イブなんですかね、現在兄弟って。そうそうそう。なるほどね。原子力の原に罪で現在兄弟。はい。両方って言ってるよ。両方で現在って呼ぶんだ。だからな。片方が現で片方が在。源さんと財産ってこと？そう。源さんと財産なんですか？源さんがいいよ。源さんがいいんだ。だってあとこのゲームやたら兄ちゃん出てきますよね。あ、そうです。俺その質問もあったな。なんか兄ちゃん、兄ちゃん。そうですね。兄ちゃん質問ですね。これ入れると兄ちゃん動く。兄ちゃん。ガチャンパシャン。あれ絶対転んだ人転ぶわな。いや転ぶしあれずるいジャンプそう
あれは転ぶように鉄パイプ置いといた上でこれを見たら絶対ジャンプするぞってジャンプするだろマジ意地悪。しかもあれで2回ぐらいミスった後に 9S がどこ行っていいか分かんなくて、あれでエンディング迎えちゃってもう一回やんなきゃいけないんですよ。めんどくさかったあれ。全く同じことやった。そうまあ B ルートなんでね、そのぐらい慣れたお客様にちょっと刺激というののスパイスを家族なんてできませんよ。あれどこだったかあそこ超いいよね。でもあれが 9S として一番初めて収録したセリフ。あーそう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 なんだ。実はムービーになっているパートは結構早くに音声を取る必要があって、はいムービーパートだけワート先に取らせていただいたんですよね。でムービーパートめっちゃ面白いですよ。モーションアクターの方がこう演じている映像がサンプルというか、ガイドとして送られてくるんですけど、これが実際絵になりますよってことで。もう紙になるとか全部人間がこれやってるんですよ。そうみたいな。いっぱいこれを。私の時できてた。何人かがずっとこうやってやってんの。そう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 。私の時できてた全部。パスから後の方に撮ってるから。すごい面白かった。面白かった。それめっちゃ見てよ。あとそのアクションの監督がすごい多分特殊かもしれないですけど、ボスが出てくるときに出てくる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 ぞ出たーっていうそうタイミングを取るためにそうやったやったやったあの方すごい面白い面白いですよね。岩本さんっていう白髪の方なんですけど、すごい全部擬音で説明されるんですね。来た来た来たドロドロガシャーみたいな。絶対笑っちゃう。そうですね。モーションアクターの演技でいうと、花江さんのすごい長く死ぬシーンはいあるじゃないですか。あそこもその分ギャーって言いながらゴロゴロ転げ回ってて、これが待ってましたね。すごい苦しそうでした。あそこは大変だったんで、アクターさんもおっしゃってました。はい、だから打ち上げでそのアクターさんとお会いした時に本当謝られました。長くてすいませんって長く死んですいませんって言われましたね。そうですね。いい意味で僕たちがねぶっ刺さってますからね。そうそれがでもあそこ刺さるの結構おかしくないですか。 A2 の方なんて結構長いじゃないですか。そうなんですよね。やめて。グサーって 9S が刺して、はいそれで A2 の刀刺すそうるじゃないですか。なんですよね。でそれがおかしいじゃんって話になったんですけれど、もう無理やりこうモーションとかカメラとかを工夫してなんとか嘘をつきました。あと刺さった後も後ろに飛び出してる部分も手前に来てる塚もやたら長くてですね、転がり回れないっていう引っかかっちゃう。普通にゴロゴロすると床に引っかかるそうんでだねおかしいよね背中に刀を出してお腹に出てる塚の邪魔にならないように回るとき一回こう背中を浮かせて回るみたいなモーションを作ってもらいました。大変。それでもやっぱり地面に埋まってるんで、その後いっぱい嘘をつきました。いいですよ。ニーヤのハッシュタグでバーって言ったら結構な量ありますけど、勇気青やべえなんかすげえ多いです。あでもねすごいいい話をします。お来たあれなんですよ。モーションキャプチャーの方にすごい 9S 好きでしたっていう話をしたら、なんかやっぱ2B のね胸のところ刺すシーンあるじゃないですか。あそこは気持ちが入りすぎてマットに穴を開けたって言ってました。おおそうね、僕のってずっと刺してるやつってなってるところはもう本当なくて本当にそういう動きだったなでもなと思って、なんかいろんな人のお芝居ですごい力がねねよかったね頑張ったね。頑張ったね。はいいい話しました。でもお前やばいって言われてるよ。なんで私だって今ほぼ喋ってなかっほぼ喋ってない。た。いやホモほぼじゃないよ。ホモどのどうぞ。次行きましょう次。そうですね。あ、そうだ、さっきのお兄ちゃんの話でした。いいじゃん全部ご味でやる。本当にすごいですよね。もうなんか俺が狂犬って言ってたのが比喩でもなんでもないっていうね。こちら2人は安心してご飯を食べられる時間そうなんですよ。飯食いタイムに。1枚目の下から5個目かな。アダムとイブは何をして遊んあ、で違う違う。いたんですか。それじゃそれ1個です。あ、イブはとんでもないお兄ちゃん子でしたが、アダムはイブに対しての兄弟愛のような感情はあったのでしょうか。あれどれだ？俺のと違うぞ。 1枚目1枚目の下から5番目だとあ下から5番目。これかな。設定資料集。設定そう設定資料集を見たらわかるのかもしれませんが、機械生命体がみんな兄ちゃんを大事にしてるのはヨナを使ったりしているからなのでしょうか。あと司令官の上には誰がいるのですかと。ヨナの記憶をなるほどなるほど参照して
機械生命体というのは人間の歴史みたいなものをコピーしてはい生まれてるっていうところもあるんで、はい。なるほどなるそこらほど。辺はどうなんですか、横尾さん。回答はですね、ヨナは別に使ってなくてですね、うん機械生命体が兄ちゃんを大事にするのは根っこの部分で、これこの前のおとついの生放送でも話したんですけれど、創造主であるエイリアンを倒してしまって親がいない状態になっている人たち、まあそれはヨルハ部隊も人類がいない親がいない状態なんですけれど、そういうなんか親がいないことの寂しさを何かで埋めるためにお兄ちゃんを作っていくっていう、保護者をちょっとすいません、なんか今絞り出すような声で持っててやってください。花君飲み物頼んだ？同じのください。同じジントニックください。ごめんなさいね。続けてください。続けてください。何の話をしたか全く覚えてないんですけどまあそう親がいないっていう親がいなくて守るべきものがいないので、そういう頼れる人を作りたくて、そういうお兄さんっていう人類で一番近い存在、まあ、親とかお兄さんとかそういうものを作り出そうとしていたっていうのがまあ、比喩としてはありますね。なんか私今レプリカントをプレイしていて、おー、いいね怖いなんかロボット山の兄弟が出てくるじゃないですか。あ出てきでますねなんか廃工場ってロボット山感があるから、なんかそれもちょっと関係してるのかなって勝手に思いながら見てたんだけど、それは特に関係それは特に関係ないないんだ今話を聞くと俺お兄ちゃんが好きなのかもしれないですお兄ちゃんが好きなのか。でも機械生命体にその感情みたいなのがはい芽生えたのって、そのピーちゃんがはいはいその元なんですか？ピーちゃんってのは前作に出てくる。ピーちゃん P33 P33 が10周年の資料集のはい小説に「はいプロメテウスの日」っていうのがあるじゃないですか。そうですね、はいあれでその怖いピーちゃんが宇宙行っちゃうからね。そう打ち上がるんですよ、はいその時に機械生命体らしき者たちになんかテレパシーみたいなのを送るじゃないですか、はいあれが発祥なんですよ。そうですね、まあ、10周年記念の本に入れた「プロメテウスの日」っていう小説で、初めてP33 が敵の兵器である機械生命体に意識を配るっていうシーンがあるんですよね、はいそこで機械生命体が自我を持って、そこから反逆が始まるっていうまあ、いわばオートバットの一番最初のきっかけになるエピソードがそこに入ってます、はい、でそれは実は10周年記念ボックスの中に入っている小説だけなので、はい今すぐには皆さん読んでいただくことはできないんですよね。でそれはこの前小説家の飯島さんというこれまたすごいニーヤの濃い方がいらっしゃるんですけれども、その方と話をしている時にあれをどっかで出さないとお前を殺すぐらい言われて、いやどっかで出すって言われてもと思って、まあそこは救いの斉藤さんお金を出していただければ、まあ、なんかの時にまた出すことはできるかもしれませんねってお願いをしていたので、今コメントで斉藤さんお金を出してって言ってくれればそのエピソードも出るかもしれませんね。なるほど。クラウドファウンディングにしましょういやでも集まりますよね。まあまあ集まりますよ。それでも金持って逃げましょうみんなで。行け出せよ。すごい斉藤さんお金出してってコメントがすごい。俺が金出すわけじゃないだろ。斉藤さんが誰が出してもみんな大丈夫。見てるみんながいやいや斉藤さんが金出すべきでしょ。クラウドファンディングで一人クラウドファンディング。それ表向きにやる必要ある。いやいやもうやりましょう。俺以外出すの禁止みたいな。だから絵本でもねピーちゃんらしき、ね、ああそうです山から打ち上がったってそうだ出てましたよね。そういうことになって。まあでもあれですよ、だって P33 の声優誰でしたっけ？あれ僕です僕です。さんの声優はちょっと今僕は思いあれ。あと郵便屋さんじゃないですか。弓矢さんだよ。おばあちゃんにずっと嘘をついていたよ。嘘をつくことが正解だったのかな。あと実はドラマ CD のカイネのおじいさんも休みやってたよ。あ田中敦子さんのおじいさんだよ。最初気づかなかった、すごいジジイ声を演じてる人がいるなと思って誰だろうとあの思ってドラマ CD 大変だったもんな。いやーテュランがマジで嫌なやつでしたねあれね。堀久保さんがやってらっしゃる堀久保さんが。そうでもゲーム本編やとドゥランも最後はね。いやあそうですね。まだでしょう。まだやっと大人になった。おいおい早くデータ消せや。やめてそこだけ安本さんにめっちゃ教えられてるからなんかカイネを助けるために消すってことだけは知ってるんですよ。超しんどいの。じゃあカイネ助けたくないの？カイネ生えてるんだよあれが。そう生えてるかは別に生えてるかは私まだ最後の理性で今言わなかったけどとどめたけれども、で
もう石川がずっと苦笑いでどうしよう目を合わせることができないよ俺。吐いてようが吐いてこいが助けるよね。助けるそりゃそうだそりゃそうだ。どうして？あとまあ盛り上がってるんですけど、最後さっき質問の残りがあって、司令官の上に誰がいるんですかっていう質問は、そうですね司令官の上には月面の人類会議サーバーがあるだけです。終わり。あれ資料集になんかありましたよね。こう組織図みたいなやつ。ありますね。ちょっとはいこれ結構面白い。面白かったですね。そう今の司令官出たからいいんですけど安子さんがご飯食べちゃった。俺だってハムぐらい食うちょっとこれサクッと終わらせられそうな質問なのでいきましょうかね。はい私はオペレーター何枚目これは2ページ目の真ん中辺です。はい。私はオペレーター 6O さんがお気に入りなのですが、6O さんはバンカー爆破でいなくなってしまったのでしょうか。2O さんのように何か詳細な情報があったら知りたいです。これ質問された方どなたですかね。おーいらっしゃる。おーすごい。男性。 6O ファンですか。ああ、なるほ男性の方ど。ですいい答えが待ってますね、はい 6O ファンには。はい。答えはですね、残念ながらオペレーター6をバンカーとともに死にました。なんか逃げてる時に声入りますよね。お花ありがとうみたいなやつ。はい。あれが辛いね。あれ超辛い。うわーバーンって殺す。衝撃波ついてるから2人先まで死ぬ。あれが6そうですね。はい辛い。基本はじゃあもうだって地上には降りてきてない他のオペレーターは。他のオペレーター 2-1-0はは一応バトルタイプになってあそうですプログラム書きかけてきたんですそうです爆破の前にもうすでに2-1降りてきたってことなんですかね。そうです。作戦開始時に降りてきてます。なるほどはいで自ら志願したんですよね、バトルタイプそうですそうですね。はい。そんな簡単に頼んだら変えられるもんなんですか。あんまり変えられないんですけれど、はいお願いして申請が通れば変えられるおーそういう仕組みです。まあ普通の会社の転属と似てるなるほど。じゃあ 9S がバトルモードになるバトルタイプになりたいですっていう。でもいや僕もね武器2個装備したいっすよ。最終的にはハッキングが一番レベル上げは楽だよ。いやそうね。そう思うけどハッキングできねえと思ったらハッキングの権限を付与さできるから。おポット最強説。音がね。A2 が急にハッキング始めてってなるから。あれってなんで序盤の宝箱って 2B は開けられないんですか。あれは 9S が気が利かないからです。そういうとこも好きだよ。お前開けろよって。俺はうすうすそれを気づいていたんですけれど、はいここで開けるとゲーム的に2周目の面白さがなくそれなるから。一番あったらニッチもサッチもいかないけど。でも確かなんだっけ最初の美術資料集の方に、はいはいスキャナーモデル以外はハッキングを禁止するっていう項目があるんですよね。ありますね確か危ないかなるほどらスキャナーモデルしかやっちゃダメっていうのでも要はもうバンカーがなくなったからポットが自分の判断で A2 には付与したってことなんですか。ポットはやろうと思えばできるっていう感じなんですね。そういういろんな機能がいろんなののルートにあるシステムなので、ただ、そういうのがバンカーがあるとそういうのは基本的にはやらないように指示はされてるんですけれど、もうバンカーがない後はポットが一番の黒幕なので、それの判断でいろいろやれちゃうっていう。まあ黒幕ね。じゃあもう 9S が気が利かなかった。 9S いや気が利かないんですよ。箱一緒に押してくれないから。そう本そうね。 2B が頑張って押してるのに横でポー僕たちですよ。あとなんか砂漠のなんだっけオアシス行く時も 2B ちゃん超必死出してね、なんか隣でなんそうか何ですか風に向かって走ってる時に進めないとこだとないですよ。そこ進めねえしみたいな。でも 9S の動きでここはあれ進めてないんじゃないっていうの分かるよね。わかる確かに。わかりますね。ちなみに最後の E エンドのあたりでポット042が、2B と 9S を助けようっていう話を提案してくるんですけれども、そこで実は042が提案しなかった場合どういう未来が来るかっていうと他にもたくさんポットはあるんですけどポット連合が全部、世界に残ってるヨルハの痕跡を全部消して回るっていうだから生き残っているヨルハもポットが殺しに行くっていうそういうプログラムになって本当はそうだ。そういう予定だったんですけど042が反逆してそれを壊してしまったっていうだからすごいイケメンなところなんですけどその説明を全然してないからよくわかんないまま終わってるっていうのがゲームの本編です。でもそれが042と月面地球会議の人の本物だ本物声が同じ話も若干関係があるわけですよね。そうですね。はい。っていうのは朗読の台本見ないと分かんないですよ。やっぱ歌う方がいいですよ朗読の台本い。や歌方がいいよ絶対売れるよ。俺朗読の台本読んで俺ゾッとしたんだもん。あ、そうです。凄まじいと思って。なるほどと思った。ただの金役じゃなかった俺と思って。も
そうですね、コンサートで斉藤さんから第一声が新キャラが出るんだっていうそうびっくりしたもん読んで分からない人本当すみませんね。本当なんとかいつか形になればいいなと、ね同時にしてもいいですよ。出しましょうもう。ねポカーンとしちゃう横尾さんがコミケで個人的に売ってください。わかりました。じゃあそれやったらまあいいや。それやるときはなるべく部数多く吸ってそれで生きていくようにします。次の質問いきましょうか。はいじゃあトイレ行ってきます。いやどんどん出してどんどん飲んでいこう。じゃあ今ちょっとついでと言っちゃなんなんですか。ポットの話が出たんですけど、何枚目僕いろんなところ一番最初です。はい1枚目の一番最初。はい。安本さんの言いたくなかったセリフとは何ですかと。あ僕もう薄々気づいてると思うんですけど、僕ネタバレだけどこのゲームをここまで遊んでくれてありがとうございますが本当に言いたくなかったです。それは朗読の方のパンフレットにもちょっとだけ書いたんですけど、僕にとってはゲーム云々ではなくて実体験のつもりで必死になってやってるのにゲームって言い切られちゃって、まあメタ発言ですね。やめてと思って、だから本当にこれゲームって言わなきゃいけないんですかって収録の時にちょっと横尾さんとちょっと言いました言い争いをしました。言わなきゃダメですって言ってまああそこにもちゃんとやっぱり意味はあってですね、あそことかあとドラゴンドラグーン3の最後にそうですね。アコールっていうキャラが画面を覗き込むんですけれども、はいあそこにも意味があるんですが、その意味はまだ秘密です。言えないんだ。ちなみに本当に本当にありがとうございましたっていうのはドラゴンドラゴンのマナーのセリフと関係があるんですかね。これ本当にありがとうございましたは、ドラゴンドラグーン1の最後、そう一番最後に、マナが言うってそういうセリフです。はい、あれとはわざと一緒にしてるんですか。わざと一緒にしてやます。っぱそうなんだ。はい、お DOD もやんなきゃ。やんなきゃか DOD いやでも今やると辛いですよね。っていうか今やニーヤも前作やっても辛いいやです。前作は全然できる全然できる。でもなんかやっぱアコール名前だけ出てきたよなみたいなコメントが今あったよ。そうそう武器のところで武器屋さんが嫌い。武器屋さんですね。そうだ世界の武器屋は全部アコールが経営してるんで。ごめんごめん今 DOD の話しちゃった。あマジかアコールの話ですか。すごい速度で乗ってきますよ。アコールってアンドロイドですよね。アンドロイドです。あんな昔からいたんですか。アコールの質問ありますよね。どこで。一つだけありましたね。はあった1ページ目の1ページ目1、2、3、4、5、6番目。武器屋さんとの会話に出てきたアコールは DOD3 に登場するアコールと同一人物です結か。構アコールツイッターでもリアクション大きいです。い。そうですね。清水さんね。そうですね。はいそうですね。はい。アコールはDOD3 に登場するアコールと同一人物、同一種類なんですけど、はいアコールって複数いるので、そうですよね。どの個体かはまあそういう意味であん中にいた一人はいですね。でモルポポル的なね。そうですね。はいで世界の武器屋を取り仕切ってる武器商人です。はい。これドラゴンドラグーン3の話になるんですけど、はいニーヤのエンディングにはい。ハト出てきたじゃないですか。はいあれってオートマタのエンディング。はい、関係あるんですか3と。3も最後ハトになるじゃないですか。はい。でハトにね大丈夫まだ花井君はまだ大丈夫まだ大丈夫。まだ大丈夫だね。ハトとは関係ある。それは大変申し訳ないですけど関係ないです。ああの人結構簡単に関係ないっていう。そうですよね。じゃあ花は関係あるんですか。目に咲く花。目に咲く花は、はい花とゼロが月の要は涙的なとこね DOD3 の花と月の涙が関係あるかって話そうですそうです。は関係ない。ないんだ。ないんだ。ないですね。言いますね。そうですね。 DOD3 のローディングが長いのは関係ありますか。それ長いはですよねあれ。ものすごい広い意味では関係あります。呪いですよ。なるほど。関係ないんだ。ローディング長い。まだまだ質問次の質問山ほどありますよ。はいだって答えなきゃいけないのが。そうです。次なんかは興味深い。じゃあこれちょっとね向こうで田浦さん一生懸命ゲームやってるからこれにしましょうかね。キャストはオーディションですかそれとも指名ですか。石川さんも花江さんも安野さんも結城さんもすごいハマり役なんで気になりますと。何枚目でしたっけ。これは2枚目のちょっと真ん中よりちょっと下です。わかりました。あオーディションで決めてるオーディションっていうこと自体はしないんですけれども、
まず最初に 2B 役誰が主人公というか、まあ、最初に出てくるキャラクターの誰がいいって話でキャストをいろいろアサインする方からご提案をいただいた中で石川さんの音を聞いて石川さんすごいいいと思ってこの人で行きたいですむしろこの人を決めて残りの予算で他の声優さんを決めてくださいどんだけ金使う気だったんですか。いくら高くてもいいからこの人を呼んでくださいっていうお願いをしたんですけれどそんな失礼なことを言うなってその場ですごい怒られたんですけれど言ったかな。でまあそんな感じで石川さんがまず最初に決まって次 9S がですねものすごい難航したんですよねこの人がいいかもねでもギリギリこの人かなって少年と青年の中間で特に前作のニーヤがすごい少年とすごい青年のかっちりしたキャラクターだったんでその中間を狙いたかったんですけどなかなかいらっしゃらなくてなるほど。でその時に斉藤さんが東京グールですよ金木くんですよ。本当にすごいよ。いやアニメ見てこれだと思った。嬉しい。初めは、まあ、うちにドラゴンクエストの宣伝やってる後藤さんっていうのがいるんですけど、はいはいもう東京グール大好きで、はい東京グールの話聞いてで金木おとなしい金木くんのところを私見たんですけどこれだとちょっと横尾さんの本と合わないかもねって言ったらいやいやそこじゃないとこの叫びを見ろって言われてプレゼンがあったんです。そうそれでそこを横尾さんに伝えたらもうドンピシャだった。はい、YouTube で斉藤さんから送られてきて URL ダメダメダメあれ YouTube じゃなかったあれちゃんとブルーレイだニコニコですかブルーレイ公式チャンネルのやつだきっと。ブルーレイですねあれはねブルーレイがディスクで送られてきますすごいそうだっけ、まあいいやでそのボイスを聞いて僕もこれですねっていう話になって即決まったんですけれど後々よく考えたら白い髪で少年で叫ぶっていうところが東京グールで丸かぶりで石田水先生ごめんなさいっていう気持ちでいやいますでも東京グールにもエミールみたいなキャラ出てきますからおあいこじゃないですか。50-50だねなんかなんだったら雨ざらしさんも歌ってるじゃないええそうだそうだ共通点いっぱいあるんですよね。いつか謝りたいなとお会いする機会があるとた思う。またまかぶったっていう、はい、であと安本さん僕はだって前作でもね知ってるし、そうですねドラマ CD も一緒にやってますからね。あともう一個の1号さんの方の秋山薫さんも以前から存じ上げていてお二人とも声が安定していてすごいいろいろ演じられるなとあと非常に重要な役どころで最後に締めてくださるなというところで選ばせていただきました秋山さんは知ってるけど俺と横尾さん昔から知ってはいるけどお仕事としてちゃんとしたのって実は初めてなんだよねそうなんですね、はいであんなにだってエフェクターかけなくて、はいポットができる人なかなかいないよねそうですね朗読劇でもびっくりしたもんだっていやすごかったですすごいよね秋山さんは初音ミクの声真似ができるってよくわからないとじゃあもうメカメカしい音が出るんですよ。そうですねそれができちゃうでゆきさんは、ここにも書かれてるんですけれどもパスカルおじちゃんは。はい、プラチナゲームズのゲームデザイナー、田浦隆久尊いに差しで田浦隆久がはい結城葵を採用しなければ俺はもう2を作らないすごいな。でもその時にはすでに女の子のハマり役がなかったんだよでもそうですねはい、というわけでパスカルが女の子の声になりましただって結城最初台本もらった時にさ自分何役だと思っ私ですか。私赤い少女だと思いました。ジョージですよそこた。ジョージ言うなよ。庄司さん。さんをつけなさ中田ジョージさんがそしてパスカルだと思ってたんですよ絶対そうでしょ。普そうなんですよ通見たら。そうなりますね。でもね、私ここまで皆さんと仲良くなってそれを聞いてびっくりって思ったんですけど最初に収録した時はパスカルは平和を愛するキャラクターだから相手に不安感を与えないように女の声をわざと選んでるんですよって教えてもい。俺らったんですよもそう聞いてた。そうだからすごいそれに感動したそんなところまで考えてキャスティングされてるんだって私は元ニーマンになったらなんか田浦さんが仕事しねえっつうから入れたみたいなお前のモチベーションを下げないために。まさか初対面の声優さんに知らないゲームデザイナーが言ったからとは言えないですよしかも田浦さん初回の収録に来るっつって来なくてそう来なかった来なかったんですか。そうなんだ。いらっしゃらなかったんでなんかどういうことですか田浦さん田浦さんちょっともうゲームやらなくていいから席に座ってくださゲームやんないでいい。いやもう隣座って隣。みんな見たいですね見たいってコメント打つとねそこの僕のところに座りますからこっちにおいでよイケメンみんなイケメン。イケメンここで放
9S はぼんやり立っています。ナインエースがでもちょっと構えてますねキュッていやいや、かぶる必要ない。かぶらなくていい。それはこの前神谷さんがやったやつです。そうそうそう。社長ですね。何飲むの？何飲んでたの？ずっとジジアエールを飲んでました。じゃあ可愛いかよ。はい。ハイボールください。 2つください。ハイボール2つ。あ、カルアミルクもください。あと田浦さん用にジンジャーエール。ジジアエール。はい、ジアエール。すみません、改めましてプラチナゲームズゲームデザイナーの田浦です。よろしイケメン。くお願いします。イイケメンイケメンイケメン。あれなんで収録で来れなかったんだっけ、あの時。いやもうすっごく忙しかったんですよね、あの時。横さんに無茶ぶりされてたんで、はい、何を？制作の方を。制作の方。なんかあそうだねそっちがいっぱいいっぱいだったんです。本当に制作で来れなかったかどうかを今俺この場で全部。いや、やめましょう。やめましょう。やめましょう。ツイッターがイケメン来たイケメン来たイケメン来た。すごい。いや本当に今日出る予定はなかったんですけど、はいすごい気楽にあそこでゲームしてたんですが、はい。いや出る気なきゃ大阪から来ないでしょ。来ない来ない。いや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 、本当は結城に会いに来たんですよね。それはもう間違いないです。それはもう仕事をくれた人だからニコニコいやらしいわ、そういうことそういうこと言わないの。ウィンウィンの関係がねそういうこと言わないの。築かれてねパスカルおじちゃん遊んでーって。勉強が終わったら遊びましょうね。すごい性的な意味で遊んでー。はい、遊ばないです。機械生命体にそういうのないんで、そういうのないってことにしてる。あるのかな。でもなんかだって最初のさアダムと初めて会ったところさ、マンモス団地のとこね。マンモス団地のとこのあの動き事細かには言えねえけど、まあまあやばいっすよね。あそこのモノマネこの間飲み会でしましたよね。子供やらないかのわ。いいねかわいいね、愛してる愛してる。おっぱいおっぱい。動きはダメです。動きはダメです。あれでもやらないの。 4周目して気づいたんですけど、横のやつもいるけど縦のやつもいる。大丈夫ですか？事だ務所。からもう分かんないよこれ。だって台本のとがきに機械生命体たちが子作りの真似事をしてるっても書かれてる今後に書いてる書いてる。今早速台本そうこれ一回二重にしてもらって、あおちゃんをぬいぐるみに変えましょう。これで変えときますか。ナインエースに変えてもらって。いやでもなんか設定資料集の攻略設定資料集の方になんかパスカルのいろんな姿みたいなのこうなんですか、ダメになった案みたいなのがいろいろ出てて、なんかそれの中に犬のぬいぐるみの形のやつがあるんですよね。あれとか超可愛かったと思います。あれだったらなんか私の声がしてみんなびっくりしなかったんじゃないかな。急にお前まっとうなこと言ったけど、お前さっきまでこういう動きしてくる。こういう動きをしながら言った方がよかった。やめろやめろやめなさい。ヘッドバンキングをするんじゃない。あれもでもちゃんと全部モーションキャプチャーの人がやってますからじゃあガコンガコン学校学校もやってますからやべえ。じゃあちょっとカメラさん、ちょっと勇気の皮アップで抜いてもらっていいですか。ちょっといいですか。そんなこと王様ちっとも大きくならねえな。そういう感じなの。酔っ払いだ王様大きくならねえな。ちょうどこの流れでせっかくなんでもう一個別の質問を僕が選んで聞いてみたいんですけれど、これなんで素材って書かれてる。素材やめてよ。もうこれ以上いらないよ。すぐデーモン勇気って書かれるんだもん。めんこいなめんこいな。めんこいな。でもめんこいな。守ってやらなきゃな。大変だ。4時間前。そんな爆笑イベントじゃなかったでしょ。なんなんだよ。もうちょっと可愛い話だった記憶が俺あります。石川、俺たちのこと嫌いにならないで。嫌いにならないで大好き大好き。でも本当飲み会ずっとこんな感じだよね。ずーっと喋り続けてる。これ俺たちだけだったんですか。これ俺みんなでやりたかったんですよ。そうみんなでやりたかった。これ僕たちだけだったのかな。みんなと思ってるネタバレフォトと今日違います。いやこれネタバレいいですね若干の戸惑いが半分ぐらい。で話戻すんですけど、はいはいはい。せっかくなのでそれぞれのキャラクターを演じて彼らは人類人間に対してどのような感情を抱いていたと思いますかという質問が会場の方から来ていて、それせっかくなので声優の皆さんに一人ずつねキャラクターがそれぞれ人類に対してどういう気持ちだったかっていうのを安本さんからぜひ。僕は最初の段階だと何も思ってなかったです。ただ単に作られたものだと思っていました。
ただ朗読の台本を読んで話が変わったと思いました。なるほどなるほど。朗読の台本、本当何らかの方法で皆さんの目に届けばいいなと思います。持ってらっしゃる方はだってゲボ出そうじゃなかったですか。僕読んでゲボ出そうでしたもん本当嘘だろと思ってあっことあつながるのねーっつってゾッとしましたからね。私も家で読んだから謎に前転しました。前転机を一回どけて、わーびっくりした、コローンって。なんで見ろ、これが田浦の好きな声優だこれ以上アダム・イブをディスるのやめてもらっていいですか。リスペクト。君のために用意したんだよ。すごいな。で、結城さんはどんな感じでパスカルはどういうふうに人類を思っていたと思いますか。私はパスカル演じる時はなんかこう勉強する対象ってやっぱり思ってたと思いますね。やっぱり彼はすごく人類のこう感情みたいなものとか心とかどうやってつながるかみたいなことにすごく寄っていたので、中でも一番最初に人間らしかった人じゃない人、ロボットなんじゃないかなと思っているので、なんかそういう意味で言うとなんだろう、こう逆にもっと俯瞰から人類を見れてたんじゃないかなと思います。ネットワークにつながれてた時のことも覚えてるし、切り離した時のことも覚えているし、そこから勉強もしてるしっていう体でしたね。なるほど。知識としての人類はあるんだもんね。あるんですよね。そこに対しての感情、哲学書読んでるしね。そうなんですよ。ふむふむみたいなこと言ってたりするので、彼は実は失われたなんだろう、こうエイリアンというか親がいなくなった中でその欠けたことによる不安感をどうやって埋めていたかっていう部分が知識や理性で埋めようとしてたんですね。そういう意味ではすごい人類に花江さん起きてます大丈夫ですか。聞いてます聞いてますちょっと花江君オーハーって言ってみて。オーハー起きてる聞いてましたけど大丈夫？続けていい話だもんね。いい話だもんね。そんな感じでパスカルは人間の映し鏡みたいな感じだったんですけれど、結局それも何かに依存してるっていう意味ではイブとあんまり変わらなかったな。なるほど。そうですね。なんかそれがすごく攻撃的に出たか防御的に出たかの違いだったんだなと思うと怖いなと思いました。で、花江さんちょっと話を最初からちょっと巻き戻してさせていただくんですけど、スタッフロールだね。スタッフロール。キュル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 花江が寝た。新しい H エンドが。 H エンド何でしたっけ。9S を演じて、はい 9S は人類に対してどういう感情を抱いていたかっていうのが花江さんはどう思いましたか。僕に聞いちゃいます。すごい聞きたい。人類に対してどういう感情を抱いていたかですか。すごい聞きたいよそれ。花江さんがどう思ったか。 9S はこう頭がいいんで、はいやっぱちょっと深読みしちゃうところがあったかなって思うんですけど、基本的にはやっぱ人類を愛するようにこはいう構造をそうね。されてるので、基本的にはこう、ピュアな気持ちでいたと思うんですけど、なんですかね、やっぱ2B と一緒に行動するうちに、人類よりもなんか 2B を優先してしまっている感がすごいあって、なんか9S ってすごい横尾さんが作ったキャラクターだなっていう感じがすごい僕感じられてて、僕は小学生の時にドラッグオンドラグーン1をプレイしてるんですけど、小学生がやるゲームじゃねえけどな。皆無の狂気と 9S の2B がいっぱい出てきたシーンのこう横顔のニヤっていうところがすげえ似てて、僕すごいこの作品に関われた上に横尾さんらしいキャラクターをやられたっていうことはすごい楽しかったんですよね。でも 9S ってなんか噛めば噛むほどなんか好きになっていくキャラだと思うんですよ。最初だって嫌いでしたもん。そうだよ、俺もそうなんだよ。っていうかこれお前わがまま言ってんじゃねえぞみたいな。発売される前にスタッフのみんなから「いや 9S 嫌いだわ」って言われて「いやマジっすか、僕好きなんですけどね」ってこう言ってたんですけど、だって龍騎なんてまさに分かりやすくて、最初は 2B さんに今 2B のトゥノチも言わなくなっちゃったから。あれ違うんだ違うんだ、これは違うんだ、浮気じゃないんだ。2B ちゃんを本当に超好
好きになり続けて 2B ちゃんの気持ちになると 9S すごい好きになるの。あ、なるほどね。そう、はい 2B ちゃんを突きまあ、詰めて 9S が 2B のことを好きだから、まあ、ユアは皆さんは 9S ってことなんですよ。 2B が好きな人は結果してそうだったんだよ。そう気持ち的にはね。だから 9S の行動に批判される言われはないんですよ。でも正直いまだに 9S のことを嫌いって言ってる人は自分の中に 9S の中の何かが見えちゃった人だろうなと私は思っていて、そうなんかこの子を見てると自分の汚い部分が見える気がするって思うくらい劇場を飛ばしてくれるから。お前は 2B を三角米したいんだろう。三角米したい。肩車でしょ。肩車肩車は俺だよ。安本さんなんて思いました？肩車って。肩車2B を肩車したいっつって。何言われるより気持ち悪いですよね。太ももに頬を押し付けたい。肩車したいって。でもね 2B ちゃんの方が20キロぐらい重いから 9S の肩潰れちゃう。いやでも思うのはやっぱA2 ともうちょっと 9S は話をしてほしかったなって思うんですよね。できないよあの状況自分がだったら。まあそうなんですよね。本当は全部分かっていたんだろう。いやでも私冷静にこう普通に人間の社会で考えると 2B は近所のすごい憧れの仲良しのお姉さんで、まあ、9S が主人公とすると結局最終的にくっつくのって A2 だよなって思う。 9S とどうした？これやばい、普段のあおちゃんです。これお前夏に薄い方でも出す気か？別に BL じゃなかったでしょ。いいじゃないノーマルの話はさせてくださいよ。石川の顔見ていって。ノーマルのそういう石川さんはどういうふうに思われましたか？2B がどうやって人類を見ていたかっていう。そうですね。いや2B は真面目なんで人類に対して従うべきものというかっていう気持ちもありつつ、でも自分の運命を憎んでいた部分も多分あるので、なんだろうな、それを作った、結果としてそうじゃなかったとしても、作ってしまったところで憎しみもあるし、ただ記憶としてのこの人類の憧れというか、もう平和になるんだったら昔人類がしていたようなことを9S としたいなみたいなことは多分あるんじゃないかな。 T シャツね。お揃いの T シャツを。でも 2E ですからね。 2E ですから。エクスキューションなんですよ。そうです。何回も殺されてね。この前の朗読劇だってもう何十回殺されてましたね。生で聞きたかった。本当は全部知っていたんだ。朗読劇は実は時間が長すぎるって言われてカットしてるんですけど、もう一回余分に死んでました。そうだったんだ。いやあれですよ、泣きましたし横尾太郎も隣で泣いてました。だって朗読のこれある意味いいところでもあり悪いところでもあると思うのが、一回見たものがもう二度と見れないじゃないですか。生はそうです。しかもカップリングも変わってくるから。そうなんですよ。だからもう乱暴。今コメントで自分で書いたのに泣いたのかってコメントが飛びましたけど、それ田浦さんがすごい言ってたんですけど、台本読んだ時は何も思わなかったんですけど、声優さんの演技見たら泣きましたって言われて、その通りで演技によるパワーがすごかった。そうなんです。本当にすごかったんですよね。ゆいちゃんだってね、もうボロボロ泣きながら。いやちょっとあれは映像にはもう見てほしくないんですけど、いや私も石川泣いちゃったんだ。そうですね、鼻水ズルズルでした。鼻をすする音が聞こえてました。いや本当に私も本読んでる時点ではそんなにそこまでだったんですけど、やっぱ喋ると 2B の気持ちになってっちゃうんで、あれは一番ちょっと本編演じるより辛かったですね。何回も殺すことだって 9S の第一声があーでしたもん。もういきなり刺されたとこから始まるっていうね。もうなんだ、台本書いたやつが多分イカれてるよ。そもそもイカれてるんです。そういう人もいるんでしょうね、きっと。世の中にはね。ただ一応言っときますけど、台本出さないのかとか言われてますけど、出さないとか置いといて、一応収録はしてます。音声収録、録音してます。映像って皆さん前回のコンサートのブルーレイ買われた方とかいます。あれ結構カメラの台数
8台か9台ぐらい用意して取らないとやっぱああいういい状態にならなくて、なるほど。それをやっぱり全公演なかなか入れられないので、今回は一応最終日はニコニコ生放送でそうですねやりますのネットチケでットもあります映像としてはそう撮るんで、コンサート来られないよって方はぜひね配信を見ていただきたいんですけど、声は一応ちゃんとプロに撮ってもらってるんで、でもクラウドファウンディングかもしれない違うんですよ。出たこれも裏話僕うっすら聞いて気づいたんですけど、もともとこのゲームが出る前にこの朗読の企画があって、でどんだけ売れるかも分かんねえ状態である意味見切り発車的にそうなんですよ、仕切ったじゃないそうなんですよ。だって発売前ですからね。でコンサー台本にトやるよって惚れ込んだから俺とか花江君はぶっちゃけ言うともうスケジュール無理くりやりました。そうですよ。でも台本が好きだからもうギャラとかうんぬんどうでもよくていくら出せるかも分かんない状態だから、お金がない状態で最初座組作ってるんですよ。だからもうもろもろが後付けになるからどう転がるかはまだ分からないっていう状態なんですよね。だから売れたのはとても皆さんが後押ししてくれたから、この先いいことがあるかもしれないけど確約ができない状態だと思います。そうですね。はい。まあ一応とはいえやっぱり本当に一回こっきりの話なんで、なんかどうなるかわかんないけど収録だけはしとこうと、予算の中でね。まあそうなので皆さんが欲しいってなればもしかしたら何かしらの形で出せるかもしれないですね。まあ CD ドラマでもいいかもしれないですね。そうですね聞き大たい人演出だけでも十分かもしれない。はい俺も鼻水ずるずるの石川聞きたいですね。そうなんですよ。いやあれを本当になんかね生で見てしまって泣かないやつはおかしいぐらいでしたね。なんかいやすごいよかった。会場からだって結構なんかすすり泣きそうですが、よね。花粉症かぐらいの勢いですよあみんな今日花粉症みたいな。いい天気でしたいい天気。そんな流れでだってね桑田もある。桑田あって桑田あってカイネあってですよ。すごかったですすね。ごかったですね。いやーまだね東京もありますし、最後の日はねニコニコ生放送でまあ今日こんな感じでガンガン飲んでますけど明日ありますからね。そういやそうなんですよ。違うんです、明日本番ですよ。明日どうしよう。頑張ってみんなおてめえ。キラキラな。私だって出たかったもんでもパスカルはあんな感じになっちゃってるからさパスカル 9S と性的な遊びがしたいからダメだし。ダメダメダメ。そんなことパスカルはそんなことパスないカルはダメ。パスカルはそんなことないうちちゃんと遊びましょうね。やばいやばい。内心 9S から突然 A2 のこと聞かれてダメダメ 9S さんどうしたんですか突然連絡と思ってるかもしれないけどねこれ質問コーナー何分いやまでですか。まだね、もうちょいありますけど、まだまだ全然答えてないものいっそうぱいあるし。ですよね。結城さんちなみに有給の質問やりましょうか。結城葵さんからの質問がまた1ページ分ぐらいあるんですよ。あるんですよ。結構突っ込んだ話があります。そうなんでもなんか特定の人にはすごく喜ばれるんじゃないかなメンテナンス君の話しようぜ。メンテナンス君の質問をしたんですジントニックください。ジントニックください。ですね私はジントニックいらないです。メンテナンス君ってサーバールームにいるちょっとなんかジョン・コナーみたいな髪型の子がいるんですけど、いますね。はい子と砂漠君ってサブクエストでレジスタンスおじさんに改造されてる子がいるんですけど S 型で。サブクエで俺の家族だみたいなやつがいるんですよ。こんにちはっていう子がいるんですけど、子の正式名称をくださいっていう質問っていうよりは願望を書きました。はい、サーバールームにいる子はジョン・コナーは 801S です。ヤオイですか。やおいじ。そういうことです完全にこの人合わせじゃないですか。これ初めから決まってましたもんね、これね。そうですこれはもう有機葵ってイニシャルで書いたら YAOI だからヤオイなんですよ。やめて私のせいじゃないですよね。最初から決まって最初から決まっています。決め打ちでそうヤオイ S だからヤオイ S 言うな。ヤオイ S だった改造された子は改造された子は 32S ですね。おーさでおじさんはそれを改造してたおじさんは起動したらちゃんと新しい名前を今度つけてあげると言ってそうですねその願いは叶うことはなかった。結局その後ダメだったっていうね。超切ない。もうこの話を聞けただけで私は今日来てよかったと。あれなんだっけ裏切りの夜派だっけ。夜あれはなんだっけな。なんかサブ系だっけあれ。機密情報奪還みたいなやつですね。はい。
さっきポットは数字が古い方が知性がないって言ったじゃないですか。はい。 801は結構番号的には番号的には新しいです。新しいですよね。だからじゃあ最新型の八百ってことですね。おお、これは可能性を秘めている。あと結城の質問でもう一個これ一応やっときたいのが、はい40式戦術槍のウェポンストーリーに出てくるみんなのアイドル42式くんの見た目データを教えてください。重要ですよね。重要です。これウェポンストーリーでですね、このどっかの両兵部隊がその宣伝活動で広報ラジオみたいなの流してるっていう。北部12市防衛本部ですね。今レベル4までやるとみんな聞いてるねっていうウェポンストーリー出るか？お、すごいね。お、出るかも。お出るかな。お出るかな。お2つ上40式戦術よ槍40式それです戦術これでも言えなかった。物語。あ、出ましたね。おあ、出ますね。ーそう、最後チャンネルが放送されてなくて、みんなのアイドル。はい誰かこの放送聞いてませんか？はい。これ男の子なんですけど。これ結城はとりあえず S 型が好きなんだね。そうですね。膝が好きです。膝ね、いい膝ですよね。42S ですね。はい。そうで見た目って言われたんで一応書いてきたんですけれど、金髪、壁眼、つり目、細身、髪は天パで短め。最高じゃない？天使じゃん。マジ天使じゃんっていう。 CV 石田明さん。うわー、天使じこれはゃん。天使だな。大天使かよ。大天使。ミカエルだ。大天使。あとこれ40式戦術槍の話、ウェポンストーリーの話だと、まあこの北部12市防衛本部っていうのがあるんですけど、このグリューン戦で助けに来てくれる両兵部隊も北部12市防衛本部なんですよ。はいはい、そうです。同じですね。そうなんで、助けに来てくれるからね。そう、助けに来てくれるんですよね。で、これウェポンストーリー3の上で基地を襲われた後にもう一回ロールアウトされて再編成されてるのか、それともウェポンストーリーの内容がグリューン戦の後ってことなのか、放送できない環境になっちゃった、この4の時に放送されない環境になっちゃったってだけで、これを生き書いてるた最中に起きてる話なのかどうかってことね。そうなんです、ちょっと時系列的な問題がどこなのか。てか私としてはまだ42ちゃんが生きててくれっていう気持ちでいっぱいっていう。今の質問がどっかのマニアが書いたんじゃなくて、そこにいるパスカルの声優さんが書いてるっていうこのちょっと狂った現横尾さんに実が。聞きたいこと何かあるって言ったらずらー書いてある。たくさん書きました。でちょっと今のお話の問題点というか説明としてはどこかっていうと、はい、グリューン戦怪獣戦の時に北部12市防衛部隊が助けに来てくれるんですよね。で助けに来てくれるんですけれど、ウェポンストーリーで早くこの武器を入手して、ウェポンストーリーをオープンすると、実は、この武器の中にその42市防衛本部が壊滅するまでの話が載っていて、壊滅するのがなぜか、時間的に前の武器に載っているのがおかしくないかっていう指摘が今のお話です。いや、そこまでは言ってないですけど、はい、もしかしてってことは壊滅してなくて生きてるのかもって思ったんです。ああ、そうなんです今の話は結構的を得てる話なんですけれども、ウェポンストーリーが、グリューン戦の前に読めるのはこの記録が、グリューン戦の前に記録されているからなんですが、42C の防衛部隊は実際にグリューン戦で助けに来てくれるので、はいはい、なんだろうな、壊滅はしてないんですよね。でそこで何かバグがあるんですけれども、そのバグがどうして生まれてるかは今は秘密です。なるほど。これ超気になるよね。でもいわゆるポットとかもお話の中であった繰り返してるっていうのも一つのキーワードになる。そうです。ヒントではあるんですけれど、ちょっとそこはすごいややこしい話があるんですが、そこはちょっと今お伝えすることはできません。いや私すごい横島な気持ちで聞いたことがこんなにちゃんとした話につながると思ってなくてびっくりしました。ちなみにそれにアコールも関わってます。おお CD ドラマ待ったなし。いつかどっかでできるといいですね。今コメントでどうしよう、俺声優さん石田明さんとか適当なこと言っちゃった。やばい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 。じゃあ次の質問いきましょうか。ハッキングが成功すると最後画面端に 2B と表示されるのは何か 2B ちゃんと関係があるのですかと。何番目でしたっけ？下から3つ目。下から3つ目。あ、これか。これは僕の回答はですね、9S の 2B への思いがハッキングの文字になって出てきたんじゃないでしょうかっていう回答なんですけど、田浦君に詳しい話は聞いた方がいい。田浦さんどうですか？これは
あれ横尾さんの指示ではないんですか？僕の指示ではなくて、正直に言うと UI の木島さん木島さんがが最初に 2B 使ってる時にデザインして入れて、それで 9S になった時変わったのに変えなかったからチェック漏れじゃねえか。違います違います。9S の 2B への思いが 2B への思い。今でもこう言ったんですけど、これ予想なんで後で今度ちょっと木島さんに聞いてみようか。もしかし木たら島さんはちゃんと意図して入れてると思うよ。そうです意図して真意があるかも。あるあるある。チェック漏れって言ってきたら、チェック漏れってもうツイッターに俺書きますただ確かに開発初期の頃はまだ 9S がいなかったんで、はい 2B を使ってハッキングするっていうのを試してたので、おー 2B がハッキングできるっていう状態はあったんですよ。なるほど前ニコ生で体験版のその初期のやつをプレイしてる動画を見たときに、はい 2B でハッキングできるボタンが表示されてたんですよ、そうありましたね。探すことはいあるありました。それの名残ってことあれはまだゲームは入ってなかったんですけど、あの後さらにちゃんとゲームが入って、で 9S が誕生して 9S の方にそれが移っていったっていうのがへー 2B としての機能だったんだよね、ハッキングがそもそも。いや一番初めは。最初決めてなかったの。そうですね。なんかゲームをいろいろ試しながらどういう形まあにしよかな。そううか、そもそも素体っていうのが 2B しかいなかったんだよね。そうですね。はいあーで一応 9S も使えるっていうのは初めから話にあったんですけど、実際出来上がった頃にちゃんとキャラとして差別化しようっていう話で、9S だけがハッキングできるようになったと。なるほどでそれに合わせてちゃんと横尾さんはシナリオにも紐付けてっていうのを制作の中でやられていて、そうですね。はい。ままあポンドがいりゃ何でもできるんですけどね。まあそうなんですけどね。ポンドハッキング了解って言うんですよ。あうでも今ハッキングされても私 9S しか書いてないずっとないずっと 9S ここ2ヶ月ずっと 9S のこと考えてこれを作るぐらいだから。すごいよね。楽しかったよ。まあちょっとそんな感じでいろんなはいお話をいただいていて、まあ時間足んないですね。あれね、やっぱ早めに質問コーナー入ってよかったですよ。よかっあそうでた。全然消化できてないんだ、これで。さっきのパネルも無駄遣いですよ。そう。確かに。あれを元にいろいろ喋ろうと思ってたのにみんな。僕これいろいろ質問いただいて回答させていただくんですけれども、はいはい例えば前の資料集とかでアダムとイブの世紀があるのかないのかみたいな話を回答させていただいて、あー実際はもうあるっていう話を書いたんですが、結局それを僕の方から答えにしてしまうと、あるってことが正式な答えになってしまって、ないっていう未来が消えてしまったなと思うんですよね。もしかしたらない方が楽しめたユーザーさんもいるかもしれないなという、なんかまあいろんな人いますからね。そうですね。未来を結局それ絞って可能性を潰してしまったなっていう気持ちがあって、あんまりそういうの言うの良くないなって思ってるんですよね。できれば個人的な気持ちなんですけれども、ゲームとしては設定をそういう細かく掘っていくというよりは、どちらかというと世界の全部を把握することなんてもう現実世界もできないんですけれど、自分が体験して見えてる範囲内で、その見えてる範囲内がどういう意味があるのかっていうのをユーザーさんがそれぞれにできれば解釈してほしいなっていうのが僕の気持ちですね。なのでこういうふうにご質問いただいてすごい嬉しいんですけれど、質問にはバンバン回答させていただくんですが、今いろんな出てきた中でそれが実際にどういう意味が自分たちに反映されてるんだろうかとか、そういうことをできれば考えてほしいなと、すごくいいことを言ったところでこのネタバラ放送は終わりたいなとなんと思います。上手か。素敵。あれだけ答えといた方がいいんじゃないかと思うのが実はどれだ一個あって、はい、この世界って1万1900年代じゃないですか。あー要は今から相当先、1万年後ぐらいの先の世界で、はい当然1万年経つと風化しているものが山ほどある。はいどちらかといえば歯ブラシ世界なんて人間がいなくなってれば全部砂漠になってって当然なんじゃない、はいコンクリートだって風化するし、はいましてや俺のスピード違反の紙なんて1万年経ってればあるわけがないんですよ。実際はスピード違反してませんからね。してないですよ。してない。それも言っとかないといけないです。そうしてないです。まあそれ横尾さんそこら辺はちゃんと説明した方がいいと思います。そうですね、はいそれどなたか質問が確かあったんですけれど、何回も作り直してるってことなんですよね。そうですね機械生命体が。違います。アンドロイドアンドロイドが前作のニーヤをやっていただくと分かるんですけれど、オートマタよりも崩壊がもっと進んでる世界なんですね。今ちょうど背景が出てるんですが、こんなビルの影とかなくて車の影とかも全然ない世界だったんです。それに比べてこれすごい残ってる理由はアンドロイドが人類の復興のために全部やり直してるっていう、それ立て直してるんですよね。でそれまであった記録を全部頑張って残して、それを毎回再生しては機械生命体に壊されてっていう、その作っては壊されるの歴史をずっと繰り返してて、今こうなってる。だからいつ人間が地球に戻ってきてもいいようにそうです当時の文明を
いわゆる戻して、そうですね。その時の残って人類が頑張って残したものをひたすらどれが大切かわからないから一生懸命残してるんで、駐車違反の切符も毎回印刷もしかしたら必要かもしれない。いらないでしょ、一番いらない。何がその世界の豊かさを表しているかはアンドロイドにはわからないので、全てを残すことを頑張ってるという。そんなところにエンゲルスがボーンと来ちゃったんですね。そうですね。あーもう本当空気読んでほしい、はい、というわけで、早いですね、あっという間の、全然話せてね、も2っと欲しい時間近く経ってますね。本当欲しい。ということで、ここでですね、一回お時間となってしまいました。でこの